セントラルクエスチョンっていうのは、主体と目的の組み合わせなんですね。つまり果たして主体は目的を達成できるのかっていう形になるので、魅力的なセントラルクエスチョンを作るためには魅力的な主体と魅力的な目的をこの組み合わせが重要だということになります。でこれはつまりそのセントラルクエスチョンが魅力的であれば、作品が魅力的になるっていうのは、個人の生き様といいますか、そういったところにも全く同じ意味で転嫁できるし、むしろセルフブランディングとか今生き様が結構問われている時代だと思うんですけれども、そうやって自分の生き様をいろんな生き方があるとは思いますが、その中での自分自身の生き様みたいなものに魅力を感じてもらう。つまり今現時点でどこに向かおうとしているのか、その人が何を目的にどう頑張ろうとしているのかっていうことが相手に伝わるかどうかなんです。つまりその何に期待していいかわからない時って人は一番退屈を感じたりストレスを感じたりするんですね。ドラマとか映画を見ていて途中で離脱するっていうのは、何に期待していいか分からない時に一番起こりがちで、何らかこういうところに話が向かっていくんだって思うとそれに興味を持って、見れたりするんですけども、それがそのセントラルクエスチョンがよく分からないっていう時には退屈に感じたり、そんなことに時間を使ってられないっていうふうになるんです。これはおそらく個人でも全く同じで、その人のセントラルクエスチョンが明確に相手に伝わってさえいれば必ず誰かが応援してくれるんです。ただこのセントラルクエスチョンっていうのが自分でもちゃんと自分のセントラルクエスチョンが分かっているかっていうと結構難しい問いで、ドラマプロデューサーの立花康人です。人を感動させたい君へという話をさせていただきます。そうですね、やっぱり人を感動させたいと思いますし、何より自分が感動させたいって思うんですけれども、そうすると感動っていうものがどういうかっていうのを知らないとなかなか感動もさせられないだろうとか、そういうことはよく考えています。はい、セントラルクエスチョンという、CQ ってこの後は言いますけれども、これは私にとっては最重要概念だと思っていまして、この感動ということにも、あるいはストーリーということにも、いろんな意味で関わってくる、最重要概念だというふうに思っています。セントラルクエスチョンっていう、中心的な問いということなんですけれども、映像業界の用語で言うと、何に期待してみればいいかっていうその話の軸といいますか、例えば映画の興行収入ランキングの第1位が鬼滅の刃無限列車編とかだとすると、果たして主人公の竈門炭治郎は無事に列車警護の任務を全うできるだろうかみたいな形で、そのお話の中心的なといいますか、何に向かってお話が進んでいくか、それを表したものをセントラルクエスチョンと言います。でこのセントラルクエスチョンが何が重要かっていうと、まず第一にその作品に、注目してもらうといいますか、手に取ってもらうとか見てもらうためにセントラルクエスチョンが魅力的である必要があるんですね。で例えば映画の予告編みたいなものは何のためにあるかっていうと、その映画のセントラルクエスチョンを伝えるためにあるのが、映画でいう予告編なんです。でその予告編を通じて、その主人公がどこにも向かっていくお話なのかということを提示するわけです。でそれをそのセントラルクエスチョンというのを受け取って、でそれを見ようって思うか、あんまり面白くないなって思うかによって結局見てもらえたり見てもらえなかったりするので、そのセントラルクエスチョンが魅力的であるということがまず何よりも重要といいますか、これはもう感動させるためのもう手前の手前、まずその作品にたどり着いてもらわなければいけないので、セントラルクエスチョンはまず何より重要ですと。セントラルクエスチョンっていうのは、主体と目的の組み合わせなんですね。つまり果たして主体は目的を達成できるのかっていう形になるので、魅力的なセントラルクエスチョンを作るためには魅力的な主体と魅力的な目的をこの組み合わせが重要だということになります。でそのセントラルクエスチョンは果たして主体目的を達成できるだろうかっていうのは最初の時点での、物語のスタートを表しているんですけども、じゃあその物語のクライマックスは何かっていうと、主体が基本的には物語を達成する瞬間になるわけです。場合によっては目的を達成できない場合もあります。それを悲劇と言ったりするんですけれども、達成できないこともあるんですが、とにかくその、CQ の結果が明らかになる。
その達成できたかどうかが明らかになるのがクライマックスなんです。なので作品というのは C 級に始まり、それがどうなるかっていうクライマックスに終わる、ここがスタートとゴールなんです。でつまりそのクライマックスで最終的に感動したりすることが多いと思うんですけども、魅力的なクライマックスを作るためには魅力的な C 級が必要ということなので、 C 級とクライマックスは基本的にイコールといいますかつながっているので、なのでそういう意味では、見終わった時に感動して見終わってもらうことにも、あるいはそれを作品を選んでもらったり見始めてもらうためにも、結局セントラルクエスチョン C 級っていうのが何より重要だということで、まずは魅力的な C 級を作る。そうすると魅力的なクライマックスがある、つまりその人を感動させることができるということになるんです。はい、やはりだからそのセントラルクエスチョンというのは、作品に宿るものではあるんですけども、その作品の中心的な問いだったりするんですけども、多くの場合その作品の主人公主体が背負っているものでもあると。でこれはつまりそのセントラルクエスチョンが魅力的であれば、作品が魅力的になるっていうのは、個人の生き様といいますか、そういったところにも全く同じ意味で転嫁できるし、むしろセルフブランディングとか今生き様が結構問われている時代だと思うんですけれども、そうやって自分の生き様をいろんな生き方があるとは思いますが、その中での、自分自身の生き様みたいなものに、魅力を感じてもらう、あるいは応援してもらうためには、自分個人のセントラルクエスチョンというものがより魅力的に相手に伝わっているかどうか、これも全く同じ意味で重要だというふうに私は考えているわけです。そうですね、セントラルクエスチョンが重要なことは、基本的には成功する、その目的を成し遂げることがやっぱり望ましいんですけども、それまでの過程の話といいますか、つまり今現時点でどこに向かおうとしているのか、その人が何を目的にどう頑張ろうとしているのかっていうことが相手に伝わるかどうかなんです。つまりその何に期待していいかわからない時って人は一番退屈を感じたりストレスを感じたりするんですね。ドラマとか映画を見ていて途中で離脱するっていうのは、何に期待していいか分かんない時に一番起こりがちで、何らかこういうところに話が向かっていくんだって思うとそれに興味を持って、見れたりするんですけども、それがそのセントラルクエスチョンがよく分からないっていう時には退屈に感じたり、そんなことに時間を使ってられないっていうふうになるんです。でこれはおそらく個人でも全く同じで、その人のセントラルクエスチョンが明確に相手に伝わってさえいれば必ず誰かが応援してくれるんです。ただこのセントラルクエスチョンっていうのが自分でもちゃんと自分のセントラルクエスチョンが分かってるかっていうと結構難しい問いで、それは本当に自分のやりたいことは何なのかって言われてもパッと答えられないのと同じですね。だからまずは自分のセントラルクエスチョンを持つことで、それを相手にどうやって伝えるか、2段階あるんですけれども、でもとにかくセントラルクエスチョンというものが重要で、じゃあ自分のセントラルクエスチョンというのは何かっていうのをぜひ皆さんに考えてもらいたいなというふうに思っています。そうですね、さっきそのセントラルクエスチョンが達成されるクライマックスに感動があるって言いましたけれども、でも実は必ずしも成功した瞬間に感動があるわけではないんです。むしろどちらかというと本当の感動はどこ？お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談だ。エイブル。そうですね、さっきそのセントラルクエスチョンが達成されるクライマックスに感動があるって言いましたけれども、でも実は必ずしも成功した瞬間に感動があるわけではないんです。むしろどちらかというと本当の感動はそのプロセスだったり、人が障害にあたって特に私の中でボトムって言われる状態、一番どん底にいる状態から這い上がる瞬間、こういう瞬間に感動っていうのが生まれることが多いと私は考えています。映画とかでも最後クライマックスになった瞬間満足はあるんですけれども、感動っていうのはもう少し実はその手前に始まっていて、主人公が本当の自分と向き合って自分がやるべきことは何だというふうなで、そこからもう一度そこに向かって頑張ろうって、そういう決意する瞬間っていうのが大体あるかなと思うんですけども、あの瞬間にスイッチが入っていて、
でクライマックスっていうのはそれを確認する作業といいますか、でそうするとやっぱこの一番どん底のところで自分と向き合い、本当に自分のやりたいことは何だ、そのために何をするべきなんだって向き合って、さあクライマックスに向かっていくぞっていう、その瞬間に一番私は感動があると思ってるんですけれども、つまりそれは個人の生き方に置き換えた時にはやっぱその成功した瞬間というよりは、そのプロセスの中で特にうまくいかない時に自分がでもその時に自分の目的が分かっていないと、やっぱりその頑張れる方向もないですし、他人も応援のしようがなくて、そのどん底にある時にこそ自分の本当に何がやりたいのかっていうのを見つめるいいチャンスですし、それを見つかった瞬間きっと周りも応援できるので、まずはうまくいくいかない関係なく、自分のやりたいことが特に何かうまくいってないなって思っている時こそ自分の本当のセントラルクエスチョンを見つけるチャンスなので、ぜひ自分と向き合って自分のセントラルクエスチョンを見つけてほしいなというふうに思います。